回のこの講座の際お話をさせていただいたところでございます。で、1日の日はおみこしと引山が北条地域を回った後で、帰ってこられて、今日10月2日が八幡宮の先ほど地名の由来になった北条園神事として中心となる行事が行われる当日になりますが、この日、北条園に先立って今日の朝4時頃からこちらの築山の飾り付けが行われます。先ほど申し上げましたように9月30日の段階ではこちらの築山は人形さんがいない状態で、上にあります屋根型のところの人形さんもいない状態、その屋根の上にしぼろみとなる榊が立てられておるという状態になっています。これを今朝早朝ですね、取り払いまして、榊を取り払いまして上に人形を飾ります。飾られております人形は真ん中原ハブの屋根の上におられますのが中心となる神様でございます。現在は乳母神と呼ばれておりますが、乳母神と呼ばれるようになったのは昭和の半ばからでございまして、それ以前は、山の神とか猿田彦とか呼ばれておりました。で、周りに甲冑をつけた武者、この多聞天皇、地獄天皇、増長天皇、広目天皇という旗が立てておりますが、この甲冑武者を人が人形を立てます。この中心になる主神の神の人形と左右のこの茶色の甲冑をつけた四天王の人形は、これは毎年同じものが飾られます。で、真ん中に今こちら装飾をつけた甲冑武者とはお姫様の人形が2つ並べてありますが、こちらはマロード、マロードという言い方も昭和半ばからスタートした言葉ですが、それ以前は飾り人形と言っておりますけれども、こちらの真ん中のこの2体の人形、この部分に当たる人形については毎年作り変えたものを飾る習わしとなっております。それを今日朝4時ぐらいから作業されまして、日の出になる前に飾り付けを終わるという習わしになっておりますので、今日朝から慌ててされて、いつもでしたら6時半頃までかかるんですが、今日は6時10分までかかりまして、その後改めてこの築山にそれ先祖の神を祀るお祭りをされて、この後は一般公開という形で、この後何も神事は行われません。夕方4時にこの人形さんが取り払われて、幕が外されて、舞台として木の枠の舞台に戻されるまでこの状態で公開されます。で、もともと古い神祭りの形として神様を祀る場というものを、祭りを神を祀る場合は神様を祀る特別な場所を作って、そこに神様が降りてくるよりしろを作って、そこに神を迎えるというのが古い形の日本の神祭りのあり方です。要は神社の拝殿みたいな神社の建物がない時代の神祭りの時代ですから、そうした形をこちらは伝えているというふうに言われております。じゃあ今日だからお祭りの日にかけて設けて神を祀ってまた帰っていただくという、今でも家建てたりする時の地震災なんかまさにそのような形になるわけでございますけれども、そうした古い形が残っているというのが一つ特徴で、もう一つがですね、周囲に建てられております四天王の人形にご注目ください。今四天王と申しましたように、四天王というのは仏教で東西南北を守る神だということは皆様知っておられると思います。仏教に東西南北の神が祀られるということは、いやここは神社じゃないかと皆さん思われると思いますが、この八幡宮を中心と含めてですけれども、奈良時代後期平安時代以降は日本の神様と外国からやってきた仏様をいかに矛盾なく祀るかという神仏混交という考え方が研究が進められてまいります。そうした中で、この八幡宮の祭神でございます八幡神は、阿弥陀様とか釈迦如来と合体して、八幡大菩薩というふうに呼ばれて信仰されるようになったことは皆さんも知っておられると思いますが、その八幡大菩薩の祀られる八幡宮に仏教色の強い行事が神仏混交の中で、今も行われているというのが一つでございます。でですね、じゃあ四天王は分かったと、東西南北の四天王の女は分かった、じゃあ出身は何だという話なんですが、実はですね、この舞台そのもの、この築山の舞台そのものを四天王がこの配されておるということになりますと、築山という山という言葉ですね、それにこの四天王というものが配されているという点から、仏教の中でですね、世界の中心にある須弥山という山を模したものではないかという説が出ております。須弥山というのは仏教世界で世界の中心にある山で、その東西南北にこの四天王がおられるという説でございますね。じゃあその須弥山の一番山ですから当然頂上があるわけです。
頂上の上に祀られておるあの主神は誰かというと、仏教で須弥山のトップにいるのは帝釈天でございます。帝釈天と言われる他の神様が祀られておるわけでございます。ですので人形さんは帝釈天を模した最初の帝釈天として建てられたのではないかというふうに言われております。帝釈天がおられる、須弥山の一番上の城を喜見城、喜ぶを見る城と申します。人形が立っております屋根の形、それが喜見城のモデルにした喜見城、その帝釈天の城をイメージして屋根の祠が付けられておるというふうに考えられております。喜見城、要はその帝釈天が自分の居城の上から世界を見渡しておる、周りに四天王がおられる、言い方を変えるならば世界の中心の形を今ここに表している。もうちょっと分かりやすく申しますと、北条のお祭りの日だけここが世界の中心になるという壮大な宗教的な考えがこの築山に反映されているものがこういった形で伝わっておるというふうに言われております。で、今の築山の話を申しましたけれども、富山県内には富山県とお隣石川県にはこの築山と呼ばれる行事がかつて3つございまして、現在はそのうち2つが行われております。1つが北条で、もう1つが皆さんも知っておられると思いますが、北上の湯水神社で行われております。北上湯水神社の築山については江戸時代初期の記録ですが、こちらが中国でいう蓬莱山、不老不死の仙人が住む蓬莱山を模したものだということが二上水神社の由緒書きに書かれておりまして、少し北条図の築山とは性格を異にしているのではないかというふうな説もございます。ただ二上の水神社の築山にもちろん四天王というのはもちろんおられます。まだまだこの築山行事については解明しなければならない、調べなければならないことがいっぱいあるわけでございますが、最近現在は廃絶になっております、中野戸町、石川県中野戸町の赤道山、いするに彦神社で行われておりました築山に関しては、石川県の図書館で新しい資料が近年見つかっておりまして、その解明というものが今進められているところでございます。そういったものを比較することによって、この北条八幡宮の江戸時代の由緒書きを見ると、五領内3カ国、五領内3カ所築山というふうに書かれておりますので、加賀藩領内で赤道山と二上と北条図の築山というのはやはり特徴的なものとして地域に受け入れられていたことが分かっております。そういったことをまだまだ研究していかなければなりませんが、今は現在はこのような形で行われているわけでございます。それで、真ん中にあります先ほどマロードとか飾り人形って申しました人形のことについてご説明いたします。飾り人形マロードはもともとは神様だけ祀っておった舞台に、北条図の場合江戸時代後期に登場したと考えられておりますものです。その登場した理由はよく分かっておりませんが、二上水神社の築山、今は現在は四天王だけ飾ってあるんですが、江戸時代の記録をそれを見た金沢の儒者が書いた記録を見ると、二上水神社の場合は似たような形の舞台を建てるんですが、上で地元の子どもたちが手踊りをしていたということが書かれておりますので、上で何か儀芸的な踊りとかそういうようなことを行っておった名残、もしくは例えば現在も京都の祇園祭などでは生きた稚児が踊りをなす山車というのがあるわけでございますが、そうしたようなものの痕跡が残った形でこうした人形が飾られるのではないかというふうに考えられる説もございます。それでですね、ここに飾る人形というのはですね、このマロードと飾る人形と言われている人形はですね、毎年テーマを決めて、作り変えるという習わしがございます。北条八幡宮江戸時代の築山の記録を見ると、北条八幡宮では築山の行事を行っていると、主人と四天王が祀られていると。でその上で、人形で諸越合戦のありさまを表現した人形も飾られるという記述もございます。諸越合戦というのは中国の戦のことですね。だから、例えば八幡宮の絵馬なんか見ると三国志に出てくる関羽とか武将たちの絵馬がいっぱい描けられておりますので、そうした有名な三国志とか水光伝、江戸時代後期の印刷文化の中で江戸や京都だけじゃなくて富山にまで広がってくる図形がイメージされた武将たちの人形がここに飾られておったようでございますが、現在は地元の地域の歴史にまつわるテーマを選んで人形化するということが行われております。
今年はですね、こちらの方に説明を出しておりますけれども、天正18年、1590年に、前田家の家臣でありました山崎長則という人物が、前田家が小田原攻め、豊臣秀吉の小田原攻めに従軍する際、この地の守りとして北条頭城の城主として入って、でその北条頭城の城におります長則のもとへ、加賀藩の重臣奥村家に嫁いだ娘亀が、妊娠して帰ってきて、そこで、次の奥村家の当主となります奥村春政を出産したという一場面を今回、表示しております。で、こちら、カッチング車でございます。こちらの方がこちらの方が山崎長則でございまして、こちら左側の方が着物を着ておるのが娘の亀になります。で、こちらの亀さん、先だって地元北日本新聞にご紹介がありましたけれども、お顔の部分、本来でございましたら人形の部分には他の四天王とかと同じようにお面をつけるんですけれども、左側の女の人の面だけは面をつけずにそのまま人形の頭が面をつけるための頭をそのままお出ししております。本来でございましたらこうした面の飾る人形を飾る場合は人間の頭に模したものを作ってそこに面をつけるんですけれども、今回ちょっとつけておりませんのは、実はこの面これちょっと使おうと思ってちょっと地元の方がお世話してらっしゃる方きれいにされたら、なんかどうも江戸時代に作られた下地の部分が出てきたということで調べられましたところ、天保11年1840年にこのマロード飾り人形の頭として制作された頭であるということが今回確認されまして、でお顔立ちも非常にきれいな女性か仏様のようなお姿であるということから、今回そのまま下面お面をつけない形でご紹介ということで今回使われております。人形の頭自体はその時その年のテーマによって作り替えをいたし、テーマに基づいて人形は作り変えますが、頭部の部分はお面をつけるだけなので本来は作り替えはいたしません。だから、180年近くそのまま使われてきたということなんですが、おそらくある年男性実は塗り直されるきれいにする前は男の人の面に顔になっとったんですけれども、塗り直す何か、以前その手工で男性の頭とか頭部が必要になった時に塗ってしまえて塗ってしまっちゃった、そのまま生きて分からなくなってたのがこの度きれいにされたところ女性のお顔が出てきたということで今回ご紹介をさせたことで、ちょっと面をつけずに、されております。ちなみにこのマロード人形、今日の午後4時までこのお姿ですが、来年は作り変えますのでこのお姿はあと数時間だけ、ここにおられます。で今日の4時になりましたら、4時が4時半頃になります。日没前には全て片付けるというしまうという習わしになっておりますので、この後4時になったら役員の人たちが朝5時から頑張っておられた方がまた4時に来て頑張らなきゃならんなってさっきお昼ご飯食べておられたんですけれども、頑張って4時から人形を下ろして片付けをされます。ちなみに片付けないとどうなるかというと怪異が起きると言われております。江戸時代の古い記録を見ると北条八幡宮の月山祭礼はこの月山行事が終わらないと祭礼が終わらないというふうに言われておりますし、現在は、月山をそのままにしておくと人形さんが動き出すとか大騒ぎ喧嘩をするとかいろいろ言われております。ちなみに同じような話は赤道山の月山にも言われておりまして、合戦をして山に逃げてったとかそういうような一切も残っておるようでございます。北上でもお祭りに呼ばれなかった神様は怒るとかそういう一帯になっておりますけれども、何分日の出とともに始まって日没とともに終わるという今日一日だけの行事ということで、古い神祭りの形とか神仏混交の形も残しておるということで県の指定文化財に指定されている行事でございます。それこそ毎年毎年作り変えるということで、無形の民族文化財になるわけでございますけれども、地域の人たちの協力があってこういった形で今も維持されとるわけでございます。それこそあと本当に3時間だけの姿をとどめられる形でございますので、今日はせっかく皆さん来られたのでぜひとも写真的にまた記憶にとどめてご覧になっていっていただければと思います。簡単ではございますが解説をこれで終えさせていただきます。ありがとうございました。ご質問等ありましたらまた個別でお聞きいただいて、どうぞいいですよ。はい。写真撮られてもいいので、はい。
はい、山崎家の門が打ち手の小槌門ですので小槌になっております。ただもう一つ陣羽織のところに桔梗の門がついてるの皆さん気がつかれますか。実はこの山崎長則という人、私大河ドラマで有名な明智光秀の旧臣でございまして、光秀が本能寺の変で、京都織田信長を攻めた時に信長の息子信忠がいた二条五丁を攻めて大怪我を負った人物です。この時大怪我やり働きをしたそうなんですけど、その時に光秀が長則の手を握って、今日の活躍今日一番の活躍であったと。もうこの戦が終わった後は丘陵越前の国、この方もともと福井県の越前の国、福井県の豪族の出身なんですが、越前の国を領事として差し上げよう、絶対嘘はつきません、とりあえず怪我を治してねっていうことで、近江の方で休養している間に山崎合戦で光秀が撃たれてしまって、で一旦柴田家に仕えた後前田氏に仕えたという、経緯をたどった人物でございます。戦国時代はやっぱり、リストラってたんですけども、そういった武将の、家を使える家を変えるっていうのはよく行われていたことになります。はい。はい。義家ですね。この人の山崎義家はこの人のおじさんにあたる人物です。そういうことですね。義家自身は後に小豆坂合戦と言いますので戦死しております。そうです越前の山崎氏が元になります。なので丘陵越前で一カ国を与えようと光秀が約束したということが山崎家の、書き上げ、これは、石川県から金沢市立玉川図書館に収められておりますが、その記述がございます。はい。関さんは書き上げがあるから上では江戸時代前期からずっとのようでございます。はい。はい。明治初期まで書類は出しております。上で子供が踊ったという。はい。水があるそうですね。二神水神社の築山の方でお祈り下でですね。はい。それとですね。出町子供歌舞伎との何らかの関連性子供歌舞伎との関連性と言われると、やはりその舞台の上で子供が踊るというのは共通点がありますが、どこまでかけていいか、ああいうその屋根がついた舞台上になっているものをどこまで終えるかどうかというのはなかなか難しいところがございます。もう屋根はあるんですけど、あくまでその危険上イメージして作ってあるっていうところがありますので、あれはあくまで神の宿る建物。だからその具体化した屋根のある砺波とか上市とかでやる子ども歌舞伎の屋台と共通性を持たせていいかどうかというのはまだ分かりません正直なところ。はい、確かに思います、それは。はい。歌舞伎は普通は菊類なんだけど、どうしてこれものが明治時代ずっとこの状態になっております。明治時代の財務資産財庁を見てもゲートのものがあえて変えたか、脱人になったかどっちかだと思います。はい。ロードってずっと昔からこの亀さんではまだ毎年テーマが変えるので、今あちらの方に配布資料を出してるんですけど、配布資料にちょっと一段テーマの変更がございます。はい。それで毎年変えてるので、あと3時間だけこの姿が見れるので。プリントはあちらの毎年のマロートとかその飾り人形のテーマについてあちらの白いプリントをお配りしておりますので、どうぞご自由にお取りください。順番、これは尺の方でいろいろお決めになっております。時代に合わせたということもありますので、昨年は工場団地番組を誕生した伝えられております越中の神大友の厄持ちが令和の宴の時太宰府で父旅人が歌会にした時の様子を模して、その歌会には一応旅人は厄持ちを在籍したと考えられておりますので、その厄持ちが在籍している姿がそれ以外だと伊能忠敬がやってきたとか松尾芭蕉がやってきたとか、あと神保吉宗が長押しと出世したとかいろいろ組み替えをしておられますので、
メリハリをつけた。この項目は難しい。はい、明治時代の記録を明治の初期になるとこの横の部分にいつもただここヤシさんがいっぱい来るんですよ。この月山の左下にヤシさんに土地を貸した時の契約書が残ってまして、それを見ると月山の人がここにある。で明治36年に出された越後館、富山県内の有名な寺社の長官図のところにも月山大ということに記載がありますので、ここについては変更はございません。ちなみに後から皆様は確か曼荼羅寺さんに行かれるという話を聞いてきましたが、曼荼羅寺は室町時代の文明年間加賀藩の状況の書き上げでは文明年間、室町時代の文明年間創建ということになっております。文明年間に創建された時はこの後ろ、真後ろ、この月山の後ろに位置しておられました。その後、江戸の初期に寄り回りにはすぐそこ、名護の浦って波が強いもんですから、寄り回り波で本土が流されて、八幡移転していて、この八幡宮のすぐ西側には天神町という町がございます。一旦そこに移った後、現在の出町に実現しています。天神町は前田利長から授けられた天神様を祀った天神堂があったので、曼荼羅寺にはあったものですから、天神跡町という名前が最初ついてたんですが、現在は跡が取れて天神町という名前になっております。曼荼羅寺の横に今現在も曼荼羅寺天満宮ということで勘定されておりますので、また皆さん下がこのぐらいということでまずご覧いただきます。いや新湊天満宮というとこにやってますが、曼荼羅寺の真珠なんですね。はい。旧大寺相当昔こちらにあったんですが、今日この寄り回りになって流されて今こちらに移っております。南側の部分は変わっておりません。海側はだいぶ削られたと言われております。もっと奥にあったって言われてるんですけれども、今は現在は決まっております。ちなみにここの神社の境内の南側のその石垣の後ろが浜街道、松尾芭蕉伊能忠敬が通っていった浜街道になる場所になります。浜街道を南にして、南の境目としてこちらの境内がある。で北条中世北条津町もこの八幡宮が一番東の端、ここから向こうの八幡宮の門前町およびその向こうに中世からあった新明宮と山王社と下痢宮の門前町、4つの門前町が中心となって、中世の町が作られています。寺社門前が中世の都市を形成するというのは京都と同じ形になりますので、これから鎌倉以来の京風の横長町屋造りになっていることが今も維持されて継続して都市の基盤を作っております。山王は今曼荼羅寺さんの横に引っ越し、やっぱり寄り前じゃ長さで引っ越しをして、寄り前じゃなかったから近くに住んでたんだったからでその跡地が北条津町近い市になって、明治になって、富山商船高専、富山高専の水キャンパス商船高専が、創立される場所になります。ちなみにそのちょっと西側が事件出入りが起きた中町になります。後からでご覧になってください。ちなみに山王町の公園には高岡でいう鴨島の旗みたいな大旗が祭りに立てられます。昨日は引き山なかったんですが、山王町の大旗だけは出されまして、公園に飾っておられました。今の北条津町、地名では北条津町になります。自治会名では山王町になりますね。はい、どうも改めて皆さんお話しいただいたことに拍手を。